こんにちは、MD ジャックです。桜が咲いたのに雪がちらついたり、この時期寒暖の差が激しいですね。ハロハロー、耳の妖精、ミミ、ヒューマンモードです。愛は今週も卒業前で忙しいってことでお休みです。さて、今回は久々に TWS ですね。イヤーファンフリープロ2とフリーミニのレビューです。サンプルを送っていただきました。イヤーファンのモデルは BT スピーカーの U ブームが結構迫力あって、2台買ってステレオペアリングしてるんだけど、部屋では十分すぎる音量出るよ。TWS は AirPro と AirPro 2を使ってる。お気に入りのメーカーってこと？そうだね、最初に買った AirPro のノイキャンが結構強力で気に入ったね。タッチ操作については、イヤーファン公式ショップの分かりやすい操作ガイド動画があるので、概要欄にリンクを貼っておきます。過去動画のリンクなども合わせてご覧いただければと思います。じゃあ始めましょうか。まずは価格。イヤーファンフリープロ2がクーポン利用で5000円台。この価格でアクティブノイズキャンセリング、外音取り込み、低遅延モードとマルチな機能を搭載。機能の検証は後ほど。VGP2022 金賞モデルの実力、気になるところです。そして、イヤーファンミニがクーポン利用で2000円台。エントリーモデルの TWS としてはとっつきやすい。低価格でも音はなかなかのもの。次は大きさ。左右の有線モデルは一応大きさ比較ってことで置いてみた。フリープロ2は横長、ミニは縦長って感じで、容積はフリープロ2の方が小さいね。WF1000X Mark IV との比較だとフリープロ2は横は同じぐらいで高さと奥行きが小さめな分全体としてはとても小さく感じるね。フリーミニはサウンドピーツミニと比較してみた。角が丸い分サウンドピーツミニの方がちょっと小さいけど安定しないね。イヤーファンフリーミニは横も平面があるから横向きでも置ける。本体もサウンドピーツミニの方がちょっと小さめ。今度はフリープロ2をサウンドピーツのノイキャンモデルと比較。フリープロ2が一番小さかった。最後に6モデルの本体大きさ比較。機能満載の WF1000X Mark IV はやっぱ大きめだけど、この大きさでも特に気にならないんで、それ以下のモデルは全部気にならない大きさだな。ノイキャン搭載のフリープロ2はこのサイズでよくまとまってると思う。重さはこんな感じね。WF1000X Mark IV がこの中で重いのはまあ当たり前。サウンドピーツ G2 がちょっと大きい分、重さも 5g 超えてるぐらいで、その他は特筆するようなこともなく 4g 程度ね。まず、フリープロ2の充電ケースは小さい割に結構いろんなイヤピをつけても収まるんだよ。MS ぐらいのイヤピサイズまでなら上に表示したイヤピが収まる。本体ステム部の形状が楕円形だけど、イヤピ系は丸くても使える。ケース素材はアルミニウム合金使用で頑丈だね。あ、ほんとだ、ちょっとひんやりする。逆にミニの方は軸の短いイヤピしか収まらないから、イヤピでの音質調整は難しいね。あと、本体を取り出すとき、スレッチュって取り出しづらいのがちょっとね。ここは改善希望だな。連続再生時間とケース込みの再生時間はこんな感じ。本体で5、6時間だと最近のモデルとしては普通かな。10時間超えるモデルもあるからね。とはいえ、ケースに10分戻しとけば再生時間が2時間伸びるなら特に気にはならないかな。ドライバーはどっちも 6mm でダイナミックドライバーね。TWS だと 6mm は結構普通かな。WF1000X Mark IV も 6mm よね。装着感は本体が小さいのでどっちも良かったわ。フリープロ2はイヤーフィンが結構効いてて安定するし、ミニは自公開の部分が案外しっかり隠れるから遮音性も悪くない。ウォーキングで試してみたけど小ぶりだし、つけてて気にならないし、装着感自体はどっちも良かったね。まず結論から言うと、フリープロ2もフリーミニも全く途切れなかったよ。Amazon のレビューでフリーミニは途切れやすいっていうのを目にしたんで、それじゃあ困るなぁと思ってたんだけど、どこで試したの？バスと電車だよ。2モデル90分ぐらいのテストだったけど、駅構内でもホームでも改札を通った時も瞬間すらなかったね。なので基本性能が接続不安定さの要因ではないと思うな。そっかそっか、じゃあ安いしフリーミニ買っちゃおうかな。いいんじゃない？じゃあ音質比較動画に行きましょう。Come on, woo! What?
前にフリープロ2の2つの機能の検証をしていこうか。レイテンシーとアクティブノイズキャンセリングね。フリープロ2の遅延交渉値 80ms のゲームモードを実測してみた。この環境での実測結果はご覧の通りで、フリープロ2が 105ms、ゲームモードよりノーマルモードの 140ms が案外頑張っている感じ。同条件下で実測したサウンドピーツエアー3 Pro の結果が良かったので、100mm 切れなかったフリープロ2はちょっと残念。AAC でつなげるテスト環境が作れなかったので、AAC だともう少し短かったのかも。ドラマとかのリップシンクの体感は特に気にならなかったね。じゃあ早速実測データね。スピーカーからピンクノイズという全周波数帯をカバーするノイズを出して実測しているけど、一方向からしか音が来ない状況での実測なので参考程度に見てね。1のようにできるだけ直線になるよう調整後、2で同音感にイヤホンを挿してみる。これは耳に装着したという想定ね。これだけでもブルーの波形のようにかなり遮音されているのがわかるでしょ。パッシブノイズキャンセルって表現してるメーカーもあるわ。3は外音取り込みをオンにしたところ、この波形をただ装着した場合と重ねたのがこれ。この範囲では装着していないのと同じぐらいの聞こえ方になってる。それより上の帯域もかなり持ち上がってくるので、歩いていると足音がよく聞こえるし、周囲の音もマイクで拾った感はあるけどよく聞こえるし、会話も自然にできる。大音量で音楽をかけていると無理よ。4はノイキャンをオンにしたところ、これとただ装着した場合と重ねたのがこれ。500Hz 以下がかなり低減されているので、乗り物の走行ノイズに効果が大きく、音楽の低域をかき消される心配はほとんどないわね。500Hz 以上では装着しただけの波形に比べ少しレベルが上がっているのよね。意図的なものか実測環境によるものかは不明なんだけどね。風の強い日に歩いていると風切り音をマイクが拾うのが気になったけど、もっとがっつり拾ってしまって使い物にならないモデルもあったので、それに比べると低減されてたわね。結局そういう時はノーマルモードにするとマイク使わないから、そっちの方が良くてノイキャン切ったわ。これでどのぐらいの帯域を中心にノイキャンが効いているか分かったと思うの。効果が薄いと思った場合は装着の仕方を見直してみると結構改善されると思うので試してみてね。イヤーファンエアープロの頃からイヤーファンのモデルは結構ノイキャンがしっかり効いていて、フリープロ2もそのスペックを受け継いでいるのでノイキャン性能はいいと思うよ。まずフリーミニとサウンドピーツミニの比較。80Hz 以下の低域の出方がほぼ同じ。このポイントが大きく違うところ、印象はどちらも結構派手な感じのチューニング、インパクトを与えることで低域も高域もよく出ているという印象を与えたいのだろうか。次はフリープロ2ノイキャンオンとフリーミニの比較。音質比較動画で違いが大きかった低域の違いで、個人的にはミニの方がバランスがよく感じる。 7kHz 付近の高域はミニの方が若干強めだが、 1.5kHz 以上のチューニングの傾向はほぼ同じ。フリープロ2の 750Hz 付近の山はノイキャンオンによるもの。次はフリープロ2ノイキャンオンオフ比較。ノイキャンオフだとピンクの波形になり、 750Hz 付近の山はない。ノイキャンオンの方が低域高域ともに若干強めとなり、 750Hz 付近に山ができる。次はフリープロ2ノイキャンオフとフリーミニの比較。この比較で見ると基本的にはフリープロ2とフリーミニのチューニングの傾向のベースは同じような系統に思える。やっぱりちょっと低域が強めだよね。極端なチューニングを改善して聞いてみたいな。 EQ 使いたいけど時間がかかって面倒なのは嫌なのよね。じゃあたった1ポイントでかなり印象が変わるとしたらやってみたい？何それ、そんなのあるなら早く言ってよ。あはは、別に大したことじゃないんだよ。 50Hz 付近を中心に低域を下げる、これだけだよ。ここは50から 80Hz ぐらいで聞きながら、また下げ幅もお好みで調整。ここを下げるだけで隠れていた中高域から高域が聞こえやすくなり、バランスの改善になる。あ、ほんとね。高域一食ってないのに聞こえてきたよ。面白いね。それ以上やりたければこんな感じになるんだけど、波形を見ながらじゃないと難しいし、使用する EQ によって聞き方がかなり変わる。なのでこれは参考データとして見てね。やっぱ自分の好みにしたいから後でやっちゃおうっと。ちょっと脱線するけど、これは同じイヤーファンのモデルで AirPro 2の波形を重ねたものね。低域高域の強調はさほど強くなく、中高域の減衰も有線モデルによく見られるようなカーブ。強いて言えば 3kHz 付近がちょっと強めだけど、コーティのレベル差が 10dB ぐらいに収まっていて、なかなかいい感じのチューニングになってるんだよね。 EQ 補正しなくても十分聞けて、サウンドステージも広く感じる。ゲームモードがないから遅延は短縮できないけど、 10mm チタンコーティング複合振動板搭載の AirPro 2は結構おすすめ。実質価格はそれほど変わらないので、耳に収まりのいい形で選ぶならフリープロ2、音質優先で選ぶなら AirPro 2をという感じかな。両モデルとも低域高域のアピールが強く、中高域が極端に控えめ。フリーミニアクティブノイズキャンセリングなどの機能はないが、サウンドステージがフリープロ2と比べ広く感じる。低域がフリープロ2ほど強調されていない分聞きやすい。低価格モデルとしてはなかなかの音質。フリープロ2、コーティのレベル差は 20dB 近く、極端なチューニングに感じる。低域が中高域から高域に被るので音質がやや暗め。サウンドステージの改善はもう一歩だが、低域を抑える EQ 補正で解消。音質は好みだからね。低音、ツーンが好きな人にはフリープロ2いいんじゃない？ミニーはフリーミニ、気に入ったからポチるよ。
じゃあ私は今度出るアプリ対応モデル AirPro SV をポチろうかな。ということで、イヤーファンフリーミニとフリープロ2のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。